よっこらしょ。これさ、釣ってんのこれ。釣ってる。美味しそうでしょ。いや、私はこれをさ、タコで食べて美味しかったから、あなたとも食べたかっただけなのに、こんなことになると思ってなかった。だって誰がタコだけつけてむさぼってるところを見たいの。そうだけど、こんな聞いてない。お刺身パーティー、どうせ食べるならさ。無駄に巻いちゃって。これもともと。サーモン。ああ、これももともと。サーモンってこれ、お酢入りコチュジャン。だって。正式名称なんて言うんだろう。ちょっとお酢入りコチュジャンって書いてあるね。韓国語ってほんと読めないよね。中身はね、こんな感じで、ケチャップみたい。ヘチャンドルっヘチャンドルて言うんだって。タコが美味しかった。食べてみー。食べたことあるけどね。いただきますして。うまい？これ？うまい。口の中噛んで痛い。いただきます。今噛んだの？うん。たっぷりつけます。辛いよ、あなたは。今言う？なんかあんまりない味。うんけど美味しい。コチュジャンってほどコチュジャンじゃないよ。ほら。なんやろ。キムチの汁っぽいんかな。ぽいぽいぽい。美味しいでしょ。バクバク食べちゃった。出された時。美味しい。あとしらすドーン。やりすぎでしょ、この人。そう？私はだってこれでタコ食べたいとしか言ってない頃こうなってるから、もみじおろしなんか使っちゃって。これはついてた。はい。超いいでしょ。お刺身に、しらす丼に、これなんだっけ。ほうれん草のおひたしと、これなんだっけ。白魚。白魚好きなんだけど、家で食べたの初めてかも。そうかも、俺も。外では食べるけど。外でもあんま見なくない？白魚って。まあね。うまい。いただきます。本当はただしらすが食べたかったんだけど、白魚を見つけて、これも一緒に乗せたらより美味しいやんと思って。北海道の醤油もらった。でかっ。これもさ、スコッチュジャンで食べたら美味しいかなと思って買ってきた。そうかな。食べてみて。ちっちゃいの出ちゃった。合う？マジ？ちっちゃいのがいいよね。どっちちっちゃい？こっち。まあ、これはこれでって感じ。わしらは感想しかないからね。そういえばそうだね。意外と合うんだね、いろいろ。これ出してもらった時は、タコぐらいしか合わんって言われた。他のタコ以外のは醤油で食べなーっつって出された。まあでもありかな。辛いけど。海鮮で一番何が好決めらんね。き？終了。俺が好きなの知ってる？みかん。正解。違う、魚介で。イカ。正解。よかったね。これタコ以外で何が合うんやろ。日本届いたやん、これ。もずくとかありそう。でも、刺身や生野菜。サラダ的な感じ？この赤身、イカ、貝類や生野菜だって。貝類？じゃあ俺チョイス合ってんじゃん。ね。クリームチーズとかありそう。合う？これとクリームチーズ？マジ？食べてみる？食べてみない。一人でやって。醤油は醤油で気に入った？あれ？この人の辛いは嘘だから。本当だわ。だってデスソースで。辛い。またそれ、デスっつってんだから。辛いんだってあれは。そうでもない。美味しかったよ。この人、下バカだから。ひどい。醤油貸して。このサーモンは知らん？あれよ。醤油うま。企画だ俺。醤油うま。この醤油が美味しいの？札幌の醤油蔵から丹精込めて。ありがとうございます。いくらすんだろうこれ。でも普通にスーパーに売ってるやつあげるっつって。そうなの？言われて。そういえば質問来てたんだった。バイト歴教えてって。バイト？お二人のバイト歴を教えてください。私さっき？いろいろやってたよ。掛け持ちしてたから。3個4個ぐらい。
マックス何個4。同時にうんやばいね。コンビニ、喫茶店、テレアポ、家庭教、塾校、ジム、学童クラブ、バ私1個わかる。ーぐらいかな。え出てないよまだ。猫カフェ。そうだった。猫カフェぐらいかな。やばいね。すごいね。9個もうちょいある気はするけどね。このまま入れたら。普通のレストランのキッチンやってたら10個。お疲れ様です。コンビニ3つ制覇したよ。マジローソン、ファミマ、セブン。やば。セブンはちょっともう秒でやめたけど、店長が変わり者すぎてちょっと、ついていけなかった。ずーっと喋ってる店長でちょっと、うん私がレジ売ってたらなんかもう、デザートコーナーから、こうやって見てる。怖いよね、そんな人。で、レジ打ち終わったら、今の接客、よかった。よかったけど、もうちょっと話すペース、ゆっくりめの方が、みたいな、なんか、何その指摘みたいなようわからんこと言われて、その店長としか関わりがなかったんやけど、結果的に。ちょっとここの人間関係合わなさそうなんでやめます。もう店長からしたら俺やんってなるよね。セブンはちょっと早かった。ぐらいかな。これはカフェ。カフェと、あれもカフェなんだけど、夜になるとバーになる某チェーン店。てかまあどっちもチェーン店。てかセブンファミマ言ってカフェ言っちゃダメなことないか。人生で初めてやったバイトは、セブン系列のスーパーの工場。工場なんかいたのあんた。日雇いのね。クリスマスシーズンか。に友達と一緒に、単発ね。単発で、高校生の時かな。に行ったのが初めてで、あとは学生の時にプロントでバイトして、フロントプロント。違う、プロント。チェーン店そう、チェーン店。最初昼で応募したんだけど、気づいたらなんか夜のキッチンやってみたいに言われて、あるよね。そう、だからずっともうなんか、まだホールすら大して覚えてないのにひたすら、パスタ作ってて、店長がちょっとパワハラっぽくて、店が混み始めると、キッチンに来て、当たりに来るみたいな。いるよね。そう。なんでこんな忙しいんだよみたいな。あ、そういう当たり方？そう。忙しいと当たりに来る人だったら。だからそこはやめて、で、その後ベローチェに働きに行って、ベローチェが一番長いかな。大学の間ずっとそこで働いてた。3つだけだね。単発入れてもそれだね。どうなの？結構二極化するかな、うん、一つのとこに4年勤めるか、ちょこちょこね。これもつって。いる。4年で10個ってどうやったんだろうね。本当だよ。全部単発みたいな。単発じゃね、それぞれ結構。そっか、ダブってるもんね。ダブったりね。トリプル4つなんて言うんだ。クワトロフォルマッチ。ピッツァ食べたいよね。わかる。で、今も掛け持ちしてるしね。今も3つやってんのか。本業と副業2つから3つやってる。うん。器用だね。1個の仕事で集中して、ここがストレス溜まったら、もう折れちゃうから、ある意味ストレス発散じゃないけど、就活もさ、うん、大学院の受験と公務員試験と普通の就活となんだかんだ全部やったわけよ。ああ。どれか絞らねばって思ってさ、実際絞ろうとしたけど結局全部やったわけよ。そうね。その時にはもう付き合ってたけどさ、メンタルボロボロだったよ、この人。全部やってる。就活も大学院も、なんだっけ？妊娠学。あ、妊娠学っていう、妊娠っていうの初めて聞いた。あ、そう。大変だった。大変だった。まあね。本人が一番大変だろうね。こんな感じかな、バイトは。どれが一番楽しかった？でもジム。いいね。なんかちょっと憧れるわ。え？普通の企業でさ、なんかドラマとかで見る、なんかバイトくんって呼ばれるポジションでしょ？うん。なんか名前じゃなくて。いや、名前で呼ばれてる。なんかドラマとかだとさ、バイトくんとか言ってなんかこう、よく若手イケメン俳優がやるポジションじゃん。いいね。いいな、バイトくん。全然。隅っこでパチパチやるんでしょ？いや、ど真ん中やってる。ど真ん中でむしろ私真ん中でそこを正社員が囲んでた。どういう机？ 3つあって、ダンで、3。
333テーブルが123ってやってあ333なるでほどね。ここに社長と副社長みたいな人がいて、私この真ん中。なんで楽しかったの？なんでホワイトカラーって言うんだっけ、こういう仕事。わかんない。ホワイトカラーだ、オフィス。うんバイトでホワイトカラーってちょっと珍しくない？うんだから憧れる。だから楽しかった。初めてのそういう仕事やったし、電話かけたり、倉庫整理したり、在庫の管理ファイル。棚卸ししたり。棚卸しなのかな？在庫管理のデータ作ったりとか、バイトって立ちっぱなしで疲れるイメージがあったけど、座ってなんかいろいろ頭使えるのは楽しかったかな。そこでさ、学生ながらさ、働いててさ、その会社のさ、社会人たるものを目の前で見るわけじゃん。うん。パワハラみたいなのとか見てさ、ポワーとかなんなかったの？なんか社長がシステムエンジニアに対して当たりがめっちゃ強い人で、他の経理とか総務とかの人はまあ全員女性で、そこはもう女性のタッグじゃなくてこうチームああ、結束。連携連携。がすごかったから、もうその社長のパワハラのつけ入る隙がなくって、あエンジニアは両方とも男性で、社長も結構男性同士みたいなので甘えていろいろ言っちゃうところもあったみたいで、毎朝そのエンジニアが社長に別室に呼び出されあ、て詰められてたの？てる話は聞いたことある。あだからエンジニアの定着率はすごい悪かったけど、経理とか事務総務とかはああったかい雰囲気だった。どの会社もそんなもんなんだね。そうなの？エンジニア、わかんない。うちも割とそうなんだよね。社長がエンジニアに対しては結構、まあ注文が多いよね。やっぱり。しょうがないね。あれは。見ててかわいそうって思っちゃうけど。聞いてこいよ。はい、どうぞ。下手だね。食べないの？食べな。なんかじゃあお好きにおしゃべりください。雑やな。俺3つしかやってないからあれだけど、純粋にベローチェが一番楽しかった。ベロチェって何？カフェ。レストランね。カフェ。夜レストランじゃなくてバーになる？カフェ。昼も夜も朝もカフェ。ずっとカフェ。夜バーになるのは？フロント。フロント。フロント。ベローチェ一番楽しかった。まあバイトの同期がみんな年近くて、近所に住んでたっていうのもあって、よくバイト割り飲んだりとかしやすかったかな。基本的になんか店長があんまりいなくて、だから2店舗を掛け持ちするみたいな店長だったの。基本的にもう1店舗、俺らがいない方の店舗が忙しいから、そっちにばっかり店長行ったりとかして、いたとしても事務所でずっとなんかシフト組んでるみたいな感じだったから、ほとんどホールは任せられてたし、で、他のカフェも最近わかんないけど、なんかこう、アテンドをしない？天皇？持ってってあげることがないのよ、ベローチェって。レジに買いに来てもらって、買ってその場で渡して終わり。ああ、喫茶店ってそうかもね。そう。だから、ずっとカウンターの中に友達と入れるから、ずっと喋ってられるし。チェがついた。チェ。だから、それはすごい楽しかった。未だに、この間も飲んだし。ああ、言ってたね。何年ぶり？でもなんだから結婚式も呼ばれて行ってるから、1年ぶり。ただ単に1年ぶり。バイト仲間と未だに連絡取るってある？私一人。あ、でも、一つだけか。いろんなところ行った中で一つだけ今も続いてるけど。それも気迫やしな。いや、基本そうだよね。だよね。そうやって俺らの中でもそのベローチェの友達でも言ったもん。バイト仲間と未だに仲いいのはマジで珍しいよねって。珍しい。辞めたら関係切れるでしょ、バイトって。だから別に普通にバイト仲間にも普通に男と付き合ってるのを普通に言ってるし。そうだった。そうだよ。もうだってここ8年なんだから。もうあっちに言うタイミング山ほどだったから。ここと付き合ってた。ほら、あるじゃん。言ってるし、普通に受け入れてくれてたし、当時も。もういらない？どっちも食べる？食え。よいしょ。さあ、話の途中だったかもしれないけど、いきなり二次会でーす。ケピー。ケピー。俺が上に行けることはないみたい。
そうだよ。ケピ。名刺と一緒、名刺交換と。うん。はじめまして。名刺って普通下に行くんだよ。うん、それと一緒。ケピ。ケピ。で、ベローチェが楽しかったよ。未だに行く。何がベローチェ。お店にうん。その、働いてたお店に働いてたお店遠いからもう行けないけど、ベローチェ見つけると入りたくなる。コーヒーゼリーがうまいんだよ、ベローチェは。ベローチェってわかんない。カフェベローチェ。黒猫のところだよ。黒猫黒猫。ベローチェって確か黒猫って意味だって。じゃあ、あ、ノワール猫おる。かわいい。ベローチェは黒猫じゃなかった。なんだっけ。ノワールが黒猫なんだっけかな。黒猫エコバッグだって。かわいい。そう。黒蜜カフェオレ美味しそうだね。今こんなのあるんだ。私さ、喫茶店さっき言ったけどさ、うん。 UCC なんだよ。うん。上島コーヒー。今、それこそわしも好きなんだけどさ、上島コーヒーあったら行くんだけどさ、黒糖ミルクコーヒーと無糖ミルクコーヒーが当時はツートップで、今どうか知らんけど、黒糖ミルクコーヒーがすごい好きでさ、うん。美味しそもう今期間限定になっちゃったんかな。金ごまミルクコーヒーが好きで、う。好きだね。ちょっと人気なくてよく余っちゃったんだけどね。好きな。上島見つけるたびに金庫のコーヒー、金庫のコーヒーって。チョコレートミルクコーヒーもさ、これが今工場メニューになったんかな。何工場目。工場化してんのかな、常にある。ああ、昔期間限定やった気すんねんけど。美味しそうだ。やっぱなんか、ベローチェってチェーン店界で一番安いのね、コーヒーが。あ、安いね、確かに。明日何時に出るの家？あの後に合わせてじゃあさ、明日上島コーヒー行こうよ。いいよ。私明日上島仕事。コーヒー行って仕事行く。うん。チョコレートミルクコーヒー。豆乳ミルクコーヒーも美味しいんだよ。でもメニューの下の方にあるからやっぱちょっとマイナーなんじゃない？まあね。一番下やん。そうね。画面見てずっと喋ってたこっちだよね。すいません。今上島じゃなかった米田コーヒー見てたんだけどさ、うん。メタモンのお札ボールだって。知ってる知ってる。かわいい。ポコはやらなきゃ。じゃあ、この動画は終了です。さよなら。急だけど、まあこんな感じで、韓国のスコチュジャンは美味しかったし、俺バイト歴もご紹介できたし。買ったスコチュジャン、リンク貼ってみるよ。うん。ということで、この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。各種 SNS のフォローもお願いします。ほな、カメラに向かって、こんにちは。痛い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 。二次会しまーす。コピー。抜け目ねえな。